はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、呪術廻戦のですね、特級呪術師 VS 特級呪霊とかやったんですけど、今回、呪術廻戦のすべての呪術師 VS すべての呪霊でやっていきたいと思います。本当にね、術師こんな感じ。でも一応数で合わせるために、星キララとか、あと、全員家の何人かかなは4人ちょっと省いてます。ちょっと呪霊側の数の問題で30体か。30体、にしたので、こんな感じ。もう本当に、後でちょっと紹介しますが、本当に五条先生は抜いてます。五条先生とかは抜いて、の全、術師、呪術師。そして、呪霊側。こちらも、もう本当にこういう感じでね、トイレの花子さんとか、特級仮想呪霊も入れて、化身玉物前とかね、もうこういうキャラクターたちも入れて、30体になってます。で、今回、ちょっと戦っていこうかなと思うんですけど、今回ね、1体1体っていうより、なるべくちょっと、3体ずつとか、ちょっと1体1体だととんでもない時間かかるので、少しちょっと何体か2体出したりだとか、ちょっと減ってきたらもう1体出したりだとか、一斉にバーってやるわけじゃなくて、ちょっとある程度何体か出します。で、一応、特級呪霊側は、ダコンとか、花見とか、真人、裏梅、で、ジョーゴン、で、ローゼツ、賢弱と、こんぐらいになっちゃってるんですよね。やっぱりスクナとかいないので。ってなると、かなりやっぱり、呪霊側は、正直不利になってるんですよ。やっぱり、おっこつくんとか、マキさんとか、マキさんいる時点でマジでやばいんだけど、マキさん最後かな。こんな感じかな、ワンチャン。こうかもしれん。でもその代わり、この呪術師側は、結構ね、この序盤は結構呪霊側が勝つんじゃないのかなと思ってます。結構もう1級からなんで、1級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 特級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 みたいな。だから、ワンチャン結構強いんじゃないかな、わかんないけどね。ということでやってみましょう。まずどうしようか。まずこんな感じか。こうして、そっか。じゃあまずセットしようか。よし、こんな感じですね。こっち呪術師側、ここ呪術師側、こっちが呪霊側でいきましょう。一旦これ被せます。これ被せれば、多分これ全部、これ岩盤で囲ってるんで、多分これでチェストは破壊されることはないと思うので。よーし、じゃあ行きましょうか。まず、野原ちゃんと、トゲくんも出すか。パンダも出そう。VS、ゾンバ、盲目。そして、コウリュウも行こう。コウリュウ。この3体。まず3体出して、学長も出すか。学長も出していきます。さあ、これで、まず一斉に、さあ、3体、4体か。4対3で、戦っていくと。テケテケも入れてもいいけどね、あんまりちょっと出しすぎても良くないので、最初はもう、呪術師側がかなり完敗するとは思うんだけど、でも、ゴーリュウ倒して、おっとまさかの意外とテケテケいきます。まさか、強いのか。でも待って、学長強いからな、確かに。ここは早々にやられた。あれ思ったより交流ってあれなんだ。でもこっから、さらし首、カマ、そしてヤマンバで、森も行きましょう。はい、この4体。さあ、4体の呪霊たちも登場だ。言うて1級って言ってもな、1級の、でも思ったより入ってない。さあ、そしてトゲくんが、ここで、まだ今戦ってる。学長がまだあっちにいるね。ちょっと後で学長の方に出そうか。で、ミワちゃん、モモちゃん、そしてカモ。この辺りも行きましょう。もうどんどん出していくわ。今んとここれだね。今、この呪霊側4体全部出してる。で、一斉に一応戦えるキャラクターの上限とかもあるんで。さあ、森。ここでミワちゃんがやられた。で、まだ学長は元気ピンピンだね。すごい。カモでね、今メカ丸まで出したでしょ。ちょっと分かりづらくて申し訳ないんだけど、こう。さあ、ここら辺から特級呪霊たちが、ここら辺から来たか。特級呪霊。あれだね、5枚おろし特級が。さあ、ここで呪霊たちいなくなったんで、これ前行きましょう。口先女、てるてる坊主、僧侶。ここら辺にしようか。これあれだね、ファンパレのキャラクターたちよ。さあ、ファンパレキャラクターたち。いや、この僧侶はなんといっても必殺技の竜巻がめちゃんこ強いんだよな。さあ、学長がやっぱりファンパレでも強かった学長がやはり強い。さあ、行きましょう。じゃあ特級。さあ、5枚おろし。これは強いんじゃないか。さあ、ファンパレ完全再現できるね。そういえばマイクラでこれ思ったけど。さあ、特級。ここは強いんじゃない。この特級はなかなか強い。まずは学長。多分ね、学長ちょっとズバ抜けて強いから
学長がさ、この早めに学長倒さないと樹海がガンガン攻めてくる。さあここはちょっと見ときましょうか。学長怠慢かな、これ今怠慢だね。怠慢でちょっとまず学長1体でどんだけいけるかやりましょう。学長がまだ76。さあここでまさかのまだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてるぞ特級呪霊61。ここでフィニッシュ。なんと呪霊側さんがまだやばい。花子さん化身玉物前、これ強いだろ。さあ化身玉物前、ここでようやくおそらく、学長は倒されるんじゃないかなとは思うんだけど、一回ちょっと樹害が多いんでちょっと学長は一回やりますね。でメカ丸東堂、草亀でいこうか。さあここで化身玉物前とか、放送バーちょっとあれだね。てか動かないな。さあどうだ今のところがわからんな。東堂が草壁が体力134、そしてトイレの花子さん54、化身玉物前が119、そして東堂が191と、やっぱり東堂が強いんだよね。東堂が強いので、さあそして放送バー行きましょう。さあ放送バーなんといっても領域展開を打てる呪霊になっております。で動きを少しでも3秒間動けないままだったら即死ですよ。この墓の中に3秒間ぐらいいたら即死で倒せるというとんでもない技になってる。少なだろうがおそらく倒せるはず。まあでもね、墓の体力があるからすぐ壊されるんだけどね。さあ草壁がまだ生きている。草壁こっち来て。ちょっとさすがにこれ広げるわけにはいかないんだ。今回のルールでちょっと広げたらねわけが分かんなくなるから。さあそして東堂が今のところ、さあ化身玉の前残り体力 3.9、 大そば179、東堂57。意外と呪霊側も頑張ってはいるが、しかしもっと呪霊側がかなり圧勝になる、有利な感じになると思っていたんだが、意外や意外。今草壁まで行ってメイメイでしょ。うわこれ呪霊結構術師結構残ってんね。ちょっとこれ広げようか。ちょっと広げて、さあ行きましょう。さあ名前ちょっと忘れちゃったんだけど、これすごい強くなったはず。確かすごい強くなったはずだったんだけど、おかしいななんか強くなった。一応特級呪霊が強化されたはず。おお倒した。さあ次メイ様、ここら辺からちょっとあれか、もう1体1体とかでいいかな。2体とかじゃなくてどうなんだろう。2体とかじゃなくちょっと1体1体いくか。まあそうだね、2体ずつぐらいにしようか。2体ずついきますわ。でイノタクメイメイ US、こういう感じにしよう。じゃあまだ多分ね1体1体はちょっと早い気がするわ。さあチリン鳴らして、ここはイノタクが、そうね、イノタクはちょっと厳しい。一応これ強さ順っていうより一応インベントリーの順番にしてるので、じゃあ後半だからじゃあ強いかっていうわけではない。おーっとやっぱり特級呪霊強いね。てかすげえ少なレビュー落ちた。さあそしてナナミンとちょっと待って、これ戦っちゃうんじゃないこれ。大丈夫か。ランタと戦っちゃったりする。大丈夫だよね、術師だよね、大丈夫だよね。さあ動きを止めることができるか。さあ特級、いやここで鬼の方がやられるか。ナナミンがここでフィニッシュされるか。まだ残り体力17。すごいやっぱり特級呪霊が特級呪霊してる。ちゃんと特級呪霊が特級呪霊してます。でもお互いなんか殴り合ってたダメだって殴り合っちゃう。ではこれからそろそろやっぱり1対1だな。1対1じゃないと多分殴り合っちゃうのか。では次直哉。さあ直哉ここでまず一旦ストップになるかな。ここでフィニッシュしたら直哉が、さあここでフィニッシュ、残り体力200の状態ね。じゃあここでちょっと出します。キャラクター今残ってんのが直人のみ残った感じか。すごいね、結構いい勝負してんだ。じゃあよし、では行きましょうか。直哉でこんな感じ、残りが呪霊がこんな感じと、下がこんな感じになってます。呪霊ね。で呪術師はこことここまで。いや正直もうかなりぶっちゃけ言うと厳しいと思う。呪霊側はマキさんいるから、マキさんと伏黒当時がいるから、もっとね呪霊側が圧勝すると思ったの。そしたらやっぱ学長が強いんかな。学長が強かったのか。やっぱり思ったよりなんかもっとなんか呪霊がさゾンバでなんか一級呪術師と他のそのなんだろうな
呪術師じゃない京都校の生徒たちってなんか1体で45体倒してくれるかな想定でいたんだけど、全然やっぱりまあこういうキャラクターとやっぱり違うんだね、呪霊だとね。このモブ呪霊って言ったらあれだけど、さあネズミちゃんもこの子もファンパレだったかな。この子もファンパレですね。さあいいね、やっぱりこれファンパレ再現バトルできるんじゃない？そういえばちょっとやろうか。ガチャで出たキャラクターでこのファンパレのあれに挑むみたいな、マイクラで再現できそう。ちょっとやってみようかな。こういうなんかさファンパレシステムとかなんかマイクラでできればいいのにね。そういうなんかモッドとかできないのかなRPG だからマイクラでその RPG 風でさ、ネズミがどんどん出てくる。やっぱりネズミといえばね、五条先生とナナミの物語というか下水道でさ、あれよかったよね。五条先生のままならない。おお倒した、すごい。さあ直人、五条先生のままならない一日だったかな。あれはすごい神だった。物語マジで好きだったね。スタンプラリーとかのあれ最高。あとそっか、これヤマタ、そう、これヤマタのやつもさ強くなったんだよ確か。アップデートっていうか入ってるはず。なんかいろんな技、違う、そのキャラクターが追加されたんだったっけな。でなんかさ、そのままならない一日のスタンプラリーも良かったけど、やっぱり五条先生がボスとして出てくる翔子の一日も良かったね。あれやっぱりああいう日常のさやつ欲しいよね。まあだからストーリーモードがそうなんだよね。やっぱり楽しい。最近ちょっと実況はしてないんですけど、もちろん動画の裏で、見てますんで、ストーリーはいいなーと思ってすごい見てるんだけど。さあそしてここで、いやでも意外とさこっからさ大逆転、ほとんど特級レベルの強さになってたりしない？これだってネズミ一人で直哉倒したよね、ほぼ。で長宗 VS 戦うよね。長宗 VS ヤマタノオロチ。いや強いヤマタちゃん強い。ヤマタちゃんこっからもしかして大逆転あるか。そう一応ねこれインベントリー順だからさ、順平くんもここにいるのよ。順平くんは多分早々にやられると思うから、さあこっからある。あとはマキさんと当時か、そこが問題ではあるが、まさかの呪霊側が大逆転というか、まあでもワンチャン勝てるかもしれないねさあここで順平くんが登場するが、まあここは多分瞬殺されてしまうね、これは。はい、そしてこのままいきます。クルスも多分、おっとクルスがあったんしいやー違う、まだ吹っ飛ばされた。さあこのままいきましょう。高場、こっから辺からちょっと強くなるかも。高場、さあ高場、そして、反転術式で回復している余計な押せ Wi-Fi。 いやそうだね、強いね。やっぱりここら辺からいきなり強くなるね、高場から。いやでも高場まだどうだ、ヤマタノオロチ一発今高場の火力やばかったな。こんなんトラックなんか飛んできたら死ぬぞこれ、ヤマタノオロチちゃん。でも意外と高場耐える。これはちょっと今回ね呪霊を応援してるんですよ、皆さんご存知のように。だって絶対呪術師側のが強いから、大逆転を見たい。さあそして火車ヤマタノオロチと死刑にちょっと見てみたいわ。いや呪霊が応援してんだけどさ、これヤマタノオロチが法廷に立つか。ヤマタノオロチが法廷に立った。見たい。ちょっと法廷に立つヤマタノオロチ見せて。立ってる、ちゃんと座ってる。偉い有罪。没収ね、死刑ではないと。はいまあでも没収でも十分強いんじゃないか。でも火車ここで、死刑にならなかったということは、これヤマタノオロチがまさかの、おっとどんどん倒してるヤマタノオロチが。いやでもこっからついにいや特に次だな、カシモぐらいから強くはなるが、しかし相当大逆転。ヤマタノオロチでしょ。次ガシャドクロも強いんじゃなかったかな確か。ちょっと一回整えようかこれ。今これこんな感じでしょ。でガシャドクロでこんな感じ。でも放送版もう出てるもんな。ちょっと待って、これ同じキャラになっちゃうから、これは抜いてこんな感じで今こうだ、カシもこうで、一応伏黒くんはマコラが登場する可能性も含めて伏黒くん後ろですね。だから死滅回遊伏黒くんとか出てきたら相当面白そうな感じにはなるけど、まだ多分あれかな、そういう死滅回遊がどんどん進んでいったら多分オルカさんも制作されるみたいな感じなのか分かんないけど。さあそして石氷がここでヤマタノオロチを倒せるか。ワンチャンあるな。若干体力が追いついてきてるけど、反転術式はもう切れてそうかな。回復はしなさそう。さあ残り体力、いや回復してる。いやこれ反転術式っ
っていうよりあれか、能力で回復してんのか、再生してんだなこれ多分。さあ来ますよカシモ。ここは多分瞬殺かカシモだったら。いやしかしやっぱり強い。いやでも回復してるが回復が追いつかない。さあ次ガシャドクロはどうなんだ。さっきのヤマタノオロチとどっちが強いかって言われると多分ヤマタノオロチの方が強いとは思うんだけど、でもまあ強いとは思う。でもやっぱりカシモ相手だと厳しいか。そうね厳しいね。ダコンこっちのダコンだと大丈夫か。こっちのダコンだとならない。あれもしかしてこれ変身あれか、やばいかなこれ変身しないんだったらちょっと花火2体出す感じになるかも。オッケー変身したね。さあここでダコンが登場です。ダコン軍登場です。でも確かカシモも一応ねマイクラの中でね領域展開あるから、これはタウンヘーゲンス打つが領域展開、いや簡易領域か、簡易領域で防いでる領域展開。あれカシモ一応マイクラ内だとね特別で領域展開あったはずなんだけど、軽めのね、なんかその強すぎる。カシモが強すぎるよ。まずいよ。どうしよう助けて。カシモとなんかマイトすごい似てるんだよなって前話。マイアンあら強すぎるんだこれ。まずいよ。カシモだけで終わっちゃうんじゃないのこれ。死んだんじゃないのやばい。賢弱が一応残ってはいるが、賢弱が一応最後の呪霊を全て放出させるみたいな感じで、その呪霊が全員やられたら負けみたいな感じにしようかなって思ってるんだけど、裏目が行きたまえ。なんとかカシモくん。いやでもカシモくんはね原作ではねすごいかっこいいし大活躍もしたけど結構意外な結末ではあったからさ、やっぱり今こうやってマイクラの中でねその強さを発揮しているというのはすごい嬉しい限りではござるが、いや実際強いんだけどね、すごい強かったんだけどね、ちょっとまだちょっとあんまり言えないんだけど、そう意外だったよね。さあそしてジョーゴくん、なんとか極の番でカシモを倒しておきたいところだが、これもう一発なんだったらカシモの一発ドカンがあったらジョーゴ消し飛ぶぞこれ。残り体力300はまずいぞ。さあダメージを与えてパワーを今貯めている状態。その前にジョーゴが倒すことができるのか。残り体力 1.1。 最後に打つか。打たずに打っちゃった。でもなんとか大丈夫でした。思っているくらいはなかった。さあそして伏黒くん、カシマはすごい強かった。しかしここでマコラが出なければ、マコラ来たら終わり。もう多分全員やられる。マコラが来る前になんとか伏黒くんが倒さないといけない。なさそう。大丈夫そうですね。はい大丈夫そう。じゃあ次人外魔境虎杖くん。さあ人外魔境虎杖くん、ちょっとジョーゴと人外魔境虎杖くんだったらどっちが勝つんだろう。でもさすがに人外魔境虎杖くんか。さあそして外観鉄線だが簡易領域で一応攻撃は比較的ちょっと抑えられるって感じかな。さあそしてジョーゴが残り体力95。虎杖くんは反転術式も含めるからまだまだあれだろうな。反転術式はまだ全然元気いっぱいだろうね。多分まだマックスにはなるだろうけど。さあ残り体力204。ジョーゴが46まで来ている。しかしまだ後ろにいるのはローゼツと賢弱。こいつは相当厳しい。いやローゼツと虎杖くんだったら、ローゼツね分かんないんだよね。前アップデートは来たっぽいんだけど、それでどんだけ強くなったのかちょっとまだ実は分かってないんですよ。だからそれを見れるいいチャンスではある。さあローゼツ変身するかい。ローゼツくん確か体力半分で変身するはず。とか打つあのローゼツに変身するんで、それがどうなるか。さあそしてローゼツ、器のローゼツ、さあ変身するぞ。ここで変身の前にやられました。オーマイゴー変身してる途中でしょうが、虎杖くんあなたはねプリキュアの変身の瞬間の時にさその時に攻撃しますか。どうですか。しませんよね。なんで攻撃しちゃったの。今すごいなんかねキュアローゼツみたいなねいっぱい出てくる老人形キュアローゼツみたいな感じで変身しようとしてたのにさ、その時攻撃しましたよ。さあそして賢弱くんはまだ体力残ってる。ゲトをすぐるって表記は違う。賢弱だ。この子は賢弱。さあここで領域展開を発動させている。しかし呪霊たちがいっぱいいるぞ。いいよ。これはこっからなんとか賢弱で全盾を狙うしかないですね。全盾狙いますか。まだ反転術式で回復している。さあここで倒れたかな。倒れたね。これ倒れたね。じゃあ次はかり。さあはかりワンチャンダメージ受けないということがあってしまうので、いやでも多分大丈夫だと思う。この強さの相手だったらはかりもダメージ入るはず。一定のねやっぱり
強さの敵だったらダメージ受けないんだよね、はかり。無敵になっちゃうからさ。さあここはどうだ、はかりちょっとずつダメージ与えてる。しかしどうだ、まあ領域展開返しすればいいんだろうけど、領域展開賢者がね、でも今賢者打ったばっかだからダメージがチクチクダメージが入っている。307。さあここで来たぞ上書き。さあ上書きしたぞい。ということはこれはかりにダメージが入り始めた。でも後ろにはつくもさん。これはもしかしたらつくもさんが全てを決めてしまう可能性がある。さあ行きましょう、つくもさん。原作ではあれだったが、このマイクラの世界でその思いをぶっ飛ばすか、ポンバイへ進めるか。これはフィニッシュになってしまいそうだ。あとは呪霊が大量に出てきて、この呪霊がやられたらフィニッシュとなります。はい、なのでもうおっこつくんとか出しちゃおうか。マキさん出そうか、ここはもうマキさんも出します。これこれはもう相当したら終わりなんで、別にマキさんとか出てよく関係ないよね。さあこれで領域展開放送バー。そう、一つの勝ち筋は放送バーがやられたか即死をみんなに打つという可能性はあったが、そういうわけにもいかず、ここでフィニッシュ。はい、というわけで今回全ての呪術師 VS 全ての呪霊と言っていいでしょう。これは、30種類同士ですね。で勝ったのはやはり呪術師は強かった。いやー、当時ここに置いちゃおうはい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ちょっと喉がカラッカラだわよければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバーイ。面白かった。